はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい、本日は、火力ダメージ劇的に伸ばす考え方ということでやっていきたいと思います。はい、ご覧の通り、私もいろいろあって、なぜか氷ソーサラーやってるんですけども、今回、このね、もうレベル95終盤になって、改めて、こう、ダメージソース見直したり、スキル関係ね、見直したり、装備関係見直したりということで、劇的にダメージ伸びたので、まあ、私の体験に沿って少しご紹介できたらなと思います。ただ、クラスによって若干、感覚違う部分であったり、あくまで私の個人的な意見ですので、そのあたりはご理解、ご了承いただけたらと思います。いやー、ほんとね、ちょっと炎いろいろ大変だったよね。しかもさ、なんか噂によると、なんか、炎ソーサラーめっちゃ強化されるとか、されないとか、ね。はい。ということで、劇的に強くなる考え方5選。どうぞ。はい。では早速一つ目いってみたいと思います。はい。まずはじめに意識してほしいこと。もういろいろスキルだったりとかっていうのが、まあネット上出てたりね、もうこれ最強じゃねっていうね。まあそういう構成とかも出てるとは思うんですけども、とりあえず丸写しとかでもいいんですが、内容は絶対理解してくださいというところですね。はい。基本的にダメージを伸ばす方法として、いわゆる、まあ、脆弱などの、まあ、なんていうのかな、デバフ効果をしっかり入れてから攻撃するっていうのが、まあ、基準だったりします。なので、いくら同じスキルとか同じね、装備持ってても、攻撃する順番、タイミング、そういったものを理解しないと全くね、宝の持ち腐れになっちゃうということなので、しっかりそのあたりのスキルの特性、内容、ね、あと派生効果、このあたりは、しっかり理解することが大事じゃないかなと思います。この辺はすごいなので、立ち回り、パーティー、ソロによっても変わってくる部分もあるかもしれないですし、もちろん、スキルだけじゃなくて、パラゴンボードについても同様に言えるかなと思います。はい、では2つ目。火力をね、単純に出す考え方ということで、基本的に、6つしかスキルっていうのは入れれないので、コアなどの、いわゆるリソース系を使うスキルを連発できると、まあ、基本的に強いですよね。はい。合間なく攻撃できちゃう。しかも、結構倍率の強いスキル攻撃を打つことができる。さらに、クリティカルダメージが出ると 1.5 倍。脆弱ダメージが出ると 1.2 倍などの効果でさらにダメージを伸ばすことはできます。さらに、今回クリティカル率 100% っていうのは装備とかいろいろ積もっていくと可能になっているので、これは優先的に上げる方がいいんじゃないかと。クリティカルダメージよりもクリティカル率を最初上げた方がいいんじゃないかと個人的には思ってます。ただ、基本的な炎上みたいな継続ダメージ的なやつには、このクリティカル乗らないので、そこは注意が必要です。はい。なので、リソースが常に満タンであるとかいうこと、もしくは切れ目なく打てるっていうのが本当理想なんですけども、やはりそういうのが難しいというところで、そのリソース管理、ね、切れ目なく打てるような立ち回りだったりということが大事になってくると。ただ、それも限界があるので、やはり装備で補っていきたいというところで、装備効果のクールダウン、短縮やマナコストダウンっていうのがやはり大事になってきます。で、今から言うところの装備部位、オフハンド、アミュレット、頭に関しては、このクールダウン短縮、マナコストダウンが必ずつくようにしていくことが大事じゃないかと思ってます。はい。なので、これ以外がついてたりする場合は基本弾いちゃっていいんじゃないか。プラス、攻撃速度アップっていうのはちなみに手にね、効果がつくので、この攻撃速度アップもね、少し頭の片隅入れておくといいかもしれません。はい、3つ目。はい、こちらですね、海外情報レディットですね。これによってなんと、これね、ゲーム内では詳しく多分分かってないと思うんですけども、カテゴリー、ダメージカテゴリーは実は6つありますと。で、海外では通称、ダメージバケツとか言われてるらしいんですが、これ理解すると、めっちゃ上がります。私もこれでダメージ跳ね上がりました。はい、2倍ぐらい。で、何なんっていうことなんですが、まずじゃあ6つの種類、言っていきます。1つ、基礎能力。これステータスですね。
例えば、ソーサラーだと知力、バーバリアンとかだと筋力になりますかね。はい。そして2つ目、各種のボーナス、ダメですね。戦闘距離、遠距離ボーナスプラス何%とかね。はい。まあ、そういった部分の各種ボーナス系。3、脆弱ダメージ。これ先ほど言ったあれですね。脆弱入っている敵にダメージがアップ。そして4、クリティカルダメージアップ。そして5、特殊ダメージボーナスですね。化身等で、効果が付与されている部分ですね。はい。そして6個目、スキルのパッシブ効果になります。で、ここで大事なのは、2番、各種ボーナスっていうところだけが、ひとまとめにされちゃってるっていうところ。うん。そこに脆弱とかクリティカルも入っていいんじゃないのっていうんですが、ここが別になってます。はい。なんで別やったらあかんでおっさってね、一緒で別と何が違うのっていうことなんですが、このカテゴリーが一緒の部分に関しては、ダメージ計算上プラス、加算になります。はい。ただカテゴリーが違うもの同士は乗算で計算になるので、極力、バラバラに、効果があった方がいい。さっきの基本能力、各種ボーナス、脆弱、クリティカルが別々で装備等に付与されている方が良い。ただ、先ほどの倍率でもあったように、特に3、4のダメージ比率が高いから、脆弱ダメージとクリティカルダメージの効果がつく装備に関しては、絶対この効果2つは入っとかないと、一気にダメージが下がっちゃうということになるということなんですね。はい。なので、装備部位、じゃあなんなん装備部位どこやねんおっさんっていうことで、脆弱ダメ、クリダメが効果がつく装備部位が、武器と指輪です。メイン武器ですね。はい。オフハンドの部分じゃないです。メイン武器。なので、このメイン武器及び指輪に関しては、必ず、クリティカルダメージ、脆弱ダメージが入った効果の指輪以外は基本もういらねえってなっちゃう。そのぐらい、ダメージが伸びます。ビビるぐらい伸びます。はい。なので、先ほどのね、装備効果、マナコストなどもそうなんですけども、なかなかね、この3つ4つ、その効果がつくのが難しいとなってくるんで、できれば、秘術師のアイテムエンチャントを視野に入れて、厳選していく必要があります。ということなんで、ここでね、お金がね、たくさんいるとか、まあそういうことになってくるんですが、はい。で、いろいろまあフレンドとか統計聞きますと、指輪に関しては結構オボールガチャで回してる方が多かったかなと。まあ、それによって、レア装備の活用がもうとても大事になってきます。もうレジェンダリーより、もうレア装備ですね。はっきり言って。はい。なので、これも散々ね、言ってることなんですけども、店売り装備1時間ごと更新。これ街に行った時必ずチェックするっていうのも大事になってきます。ちょっとね、宝石屋さんが奥の方にあるんで、めんどくさいんですが、1時間ごと見ると、本当に1週間に1回、2回ぐらいは結構いい効果のものが売ってたりします。はい。じゃあ続きまして、4つ目。アイテムパワーですね。はい。これも少し前に話題になりましたけども、装備強化の伸び率が、このアイテムパワーの範囲で管理されています。これが、いわゆる隠れた装備レベル、ティアというものですね。はい。なので、このアイテムレベルが低いものになると、強化による上昇率の伸び幅が異なってくるので、先ほど言った例えばすごくいい効果がついた装備でも、アイテム効果が低い、アイテムパワーがすいません、低いと、伸び率が悪いんで、思ったように、数値が悪かったりしますと。はい。で、細かいとこはね、もう今回ちょっとはしょりますけども、現状の最高値は、アイテムパワー725なので、これ以上のアイテムパワーがついている装備であっても、強化による伸び幅は同じです。はい。ただ、例外があって、それは、武器オフハンドになります。はい。725以上ね、あっても、武器ダメージが武器やオフハンドは伸びます。攻撃ダメージが伸びますので、できる限り武器やオフハンドに関しては、パワーが強い数値が欲しい。現状800以上は欲しいかなと。はい。またね、
次のティアランクがね、更新されれば、またちょっと話は変わってくると思うんですけども、現状は、できたら800以上の武器があると、まあ、効果がね、いくらいいって言っても、それをもしのぐ、殲滅力、ダメージ力になるらしいです。はい。じゃあ、最後、5つ目になります。パラゴンボードを理解するということで、今回、前回ね、少し動画もさせていただいたんですが、やはり、ソケットの部分、グリフですね。グリフ効果っていうのがもうめちゃめちゃやっぱり大きいです、今回。で、先ほど言ったように、脆弱ダメージ、クリティカルダメージ以外のダメージっていうのは、本当にビビたるものなので、それをいくらね、5% 取りましたとかね、言っても知れてるんですよね。というそれを取るよりは極力もう道をつなげてソケットをところをいっぱい取った方が強くなるっていうところ。うん、で、パラゴンボードに関しては私もいろいろ触ったんですけど、一回やっちゃうと、直すのめちゃめちゃ大変。なので、この辺はもう海外サイトのね、マックスローとかもその辺参照していいんじゃないかなと思います。はい。もうあの辺のもうプロの人がやったのがほぼほぼまあ正解じゃないかな。パラゴンボードに関してはもうめんどくさい、直すのが。うん。で、あと、結構ね、生放送とかであったんですけども、パラゴンレベル全然上げてませんってね、グリフのレベル上げてないんですかっていうね。はい。なので、グリフレベルは、最高今のところ一応21と言われてて、まあこれもグリフにはよるんですけども、しっかり効果値上がっていきます。0.4 ずつかな。上がっていきますので、できたらやっぱり21目指して、ナイトメアダンジョン周回するのがいいんじゃないでしょうか。はい。なので、完全にね、レベルだけひたすら周回するのもいいんですけども、たまにはナイトメアダンジョンひたすら回るのもいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回は火力ダメージ劇的に伸ばす方法ということで、私の経験に基づきながら、5点まとめてご紹介させていただきました。参考になれれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネルの登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまたライブに遊びに来てくださいね。バイチャー。